食べ物まるっと研究所です。今回は大根の体への影響についてお話しします。煮物や味噌汁、サラダなど何にでも合う大根にはあまり知られていない驚くべき健康効果が11個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも2つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして大根で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは大根の健康効果からいってみましょう。大根の健康効果1つ目は風邪、感染症の予防です。大根には体内に侵入した細菌やウイルスを攻撃する白血球の働きを活性化する作用があって、これには大根に含まれるイソチオシアネートが関わっている可能性が高いんです。農研機構の研究でも大根は白血球を活性化することが分かった。大根の免疫調整機能にはイソチオシアネート類が関わっている可能性が高いと結論付けています。また他にも大根には免疫力に関係する白血球の働きをサポートしてくれるビタミン C が 100g あたり 12mg 含まれています。ビタミン C は大根の皮や葉っぱにも含まれているので丸ごと食べると効果的です。さらに大根の葉っぱにはベータカロテンも含まれていて粘膜や皮膚の免疫機能を強化してくれるので細菌やウイルスから体を守ってくれるんですね。大根に含まれる様々な成分が免疫力を高めて風邪や感染症予防に効果を発揮します。大根の健康効果2つ目は心血管疾患の予防です。大根に含まれるイソチオシアネートには血液中の血小板が固まるのを抑える作用があるので血栓症や動脈硬化の予防につながります。イソチオシアネートは生の状態で食べることでより効果を発揮するので大根おろしなどがおすすめですね。また他にもイソチオシアネートは強い抗酸化作用を持っていて喫煙や飲酒、ストレスなどで体内に過剰に発生した活性酸素を除去、働きを抑制することで細胞や組織のダメージを防ぎます。これが動脈硬化など心疾患の予防にもつながります。国立がん研究センターの調査でも大根を含む油中野菜の摂取量が一番多いグループの男性は全死亡リスクが減少し、女性は心疾患、がん因による死亡リスクが優位に低くなっている。脳血管疾患による死亡リスクについても関連が見られたとしています。大根の健康効果3つ目は消化促進、便秘解消です。大根にはでんぷんを分解するアミラーゼ、タンパク質を分解するプロテアーゼ、脂肪を分解するリパーゼなどの消化酵素が含まれています。これらの消化酵素が胃腸の機能を高めて消化を促すことで消化不良や胸焼け、胃もたれを防ぐことにつながるんですね。弘前大学で行われた研究でも大根のアミラーゼはでんぷんを分解する。大根はでんぷんを分解する際の酵素源として有効であると結論付けています。そして他にも大根に含まれる食物繊維は便の傘を増やしてくれるので便通も促進されます。長崎女子短期大学の論文でも食物繊維は便溶石を増やし食べ物が腸を通過する時間を短くすることで便秘に有効であると結論付けています。大根の健康効果4つ目は糖尿病の予防です。肥満や不健康な食事などで体内の酸化ストレスが増えすぎると糖代謝に影響を及ぼして糖尿病のリスクが上がってしまいます。大根に含まれるイソチオシアネートは抗酸化作用があるので糖尿病の原因になる酸化ストレスを軽減してくれるんですね。ヨルダン科学技術大学の論文でも大根のイソチオシアネートは抗酸化酵素を誘導して酸化による損傷を減らすため糖尿病状態に対して非常に有益と結論付けています。また他にも糖尿病を予防するためには血糖値のコントロールが大切ですが大根に含まれる水溶性食物繊維は食後の血糖値の急上昇を防ぐ効果が期待できます。アメリカテキサス大学の研究でも特に水溶性食物繊維の大量摂取は血糖コントロールを改善しインスリンの量が過剰になる状態を減らすとしています。大根の健康効果5つ目はがんの予防です。大根に含まれるイソチオシアネートは体内のがんに対抗する防御機構を活性化させる作用が期待できます。
アメリカ・サウスカロライナ大学の論文でも、イソチオシアネートは発がん物質の活性化を防いだり、解毒酵素を誘導することで発がんを強力に阻害する。イソチオシアネートは人のがんを予防する可能性があると結論を出しています。また、メキシコ・ケレタロ自治大学の論文でも、大根に含まれるイソチオシアネートは、がん細胞の発生や増殖に関係するタンパク質の活性を抑制する可能性があると結論付けています。そしてさらに、大根に含まれるイソチオシアネートやビタミン C は、がん発生の原因となる過剰な活性酸素を抑える抗酸化作用を持つので、合わせてがんの予防が期待できるんです。国立がん研究センターの調査でも、大根を含む油中野菜の摂取が多い男性は、がんの死亡リスクが優位に低下していた。男性ではブロッコリー、たくあん摂取量が一番多いグループで、女性では大根、ブロッコリー摂取量が一番多いグループで死亡リスクの減少が見られたと結果が出ています。大根の健康効果6つ目は高血圧予防です。大根にはカリウムが 100g あたり約 230mg 含まれています。カリウムは体内の余分なナトリウムを排出する作用や血管を拡張する作用で血圧を下げてくれます。また大根は血圧の上昇に関わる酵素の力を阻害することで高血圧の予防が期待できるんですね。西九州大学で行われた研究でも、大根には血圧を上昇させる酵素の活性を阻害する力がある。大根の根より葉の部分がより阻害作用が高いことが分かったと結果が出ています。大根の葉も捨てずに調理したいですね。大根の健康効果7つ目は骨粗しょう症の予防です。大根の葉に含まれるケルセチンには骨密度の減少を防ぐ効果が期待できます。インド・ジャミア・ハムダード大学の論文でも、大根の葉に含まれるケルセチンは骨粗しょう症に対して有益であると結論付けています。また他にも大根の葉には骨の健康に欠かせないカルシウムとビタミン K が含まれています。ビタミン K はタンパク質を活性化して骨の形成を助ける役割を持つので、カルシウムとビタミン K 両方含まれている大根の葉を摂ることで骨粗しょう症の予防が期待できます。新潟大学の研究でも、女性においてカルシウムの摂取量が少ないほど骨粗しょう症骨折の発生率が高い。またビタミン K 摂取量でも同様の傾向が見られたと結果が出ています。大根の健康効果8つ目は美肌です。大根には美肌作りに欠かせないビタミン C が含まれています。ビタミン C はシミの原因であるメラニンの発生を抑えてシミ、そばかすを予防します。またビタミン C を摂取することで皮膚の弾力を保つために必要なコラーゲンの合成が促進されるので、シワ、たるみを防いで張りのある肌を保つことができます。そして他にも大根に含まれるビタミン C やイソチアシアネートは抗酸化作用を持っていて、肌の老化の原因となる酸化ストレスを軽減してくれます。ヨルダン科学技術大学の論文でも、大根は酸化ストレスを軽減する能力がある。大根に含まれるイソチオシアネートは抗酸化酵素を誘導して酸化的損傷を減らすと結論付けています。大根の健康効果9つ目はピロリ菌に対する抗菌作用です。大根に含まれるイソチオシアネートは胃潰瘍や胃がんの原因になるピロリ菌に対する抗菌効果を持ちます。イソチオシアネートは大根を切ったりすりおろすことで生成されるので、大根おろしもおすすめですね。またイソチオシアネートは大根の先端に行くほど含有量が多いことも参考にしてみてください。農研機構の研究でもイソチオシアネートにはヘリコバクターピロリに対する抗菌作用がある。ピロリ菌除菌のための新たな治療薬として有望であるとしています。大根の健康効果10個目はダイエット効果です。大根に含まれるイソチオシアネートは脂肪の蓄積を抑える効果が期待できます。神戸大学と株式会社シクロケムバイオの研究者たちの論文でも、大根に含まれるイソチオシアネートをマウスに16週間与えると、体重、血液内の脂肪、総コレステロール値、肝臓への脂質の蓄積が優位に低くなった。イソチオシアネートは抗炎症作用と抗酸化作用を発揮して、肝臓の脂質の蓄積を抑えると結論付けています。
また他にも大根の葉に含まれるグルコラフェニンやフェルラ酸は脂質の代謝を調節するので、大根の葉も捨てずに調理するといいですね。韓国食品研究院の動物実験でも、大根に含まれるグルコラフェニンやフェルラ酸は脂質の代謝に関連するタンパク質を減らし、脂質代謝を調節することにより抗肥満効果を増強すると結論付けています。大根の健康効果11個目は肝臓の保護です。大根に含まれるインドツリーカルビノールは抗酸化作用があるので、酸化ストレスを調節して肝臓を保護してくれます。インドール3カルビノールは特に大根の葉に多く含まれています。韓国国立園芸薬草科学研究院の論文でも、大根に含まれるインドール3カルビノールはマウスの脂肪肝疾患の重症度を低下させた。大根抽出物の肝保護効果は様々な研究者によって記録されていると結論付けています。このように大根には様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな大根を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。大根を食べ過ぎるデメリット1つ目は胃腸症状です。大根に含まれるアミラーゼは適量であれば糖質の消化を助けてくれますが、食べ過ぎると逆に胃腸に負担がかかってしまいます。加熱調理する場合はアミラーゼの力は弱まるので、そこまで気にする必要はありませんが、生で食べる場合には注意した方がいいです。また大根には食物繊維も含まれているので、一度に食べ過ぎると腸に負担がかかって下痢や便秘を引き起こす原因になってしまいます。大根を食べ過ぎるデメリット2つ目は体を冷やすです。大根はおでんや煮物など温かい料理に使って食べると体が温まります。ただ薬膳の中では大根は体を冷やす性質を持つと言われています。特に加熱しないで生の大根を食べ過ぎると体を冷やしてしまう可能性があるので注意が必要です。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは大根の1日の適正量はどのくらいなのか。大根の適正量は特に決められていませんが、厚生労働省は1日あたりの野菜摂取目標を 350g 以上としています。その中でも緑黄色野菜は 120g 以上としているので、大根を含む単色野菜は 230g 程度が目安となります。大根以外の野菜もバランスよく摂取して、1日 350g 以上を目指したいですね。次に美味しい大根の選び方をお話しします。大根は太くまっすぐなものを選びます。水分の多い野菜なので、持った時にずっしり重いものの方がみずみずしいです。全体的に張りとツヤがあるものがいいですね。葉付きの大根の場合は葉っぱが青々としてしなびていないものがいいです。葉が切り落とされている場合は、切り口が乾燥していると収穫から時間が経っているので、切り口がみずみずしいものを選んでいくといいですね。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント1つ目は皮ごと食べるです。大根に含まれるビタミン C は中心部より表面の皮の方が多いので、皮を剥いて捨ててしまうのはもったいないです。なるべく皮は剥かずにきれいに洗って皮ごと食べるのがおすすめですね。大根の皮には食物繊維も含まれているので、整腸作用も期待できます。食べ方のポイント2つ目は葉っぱも栄養満点です。大根が葉っぱ付きで買えたらラッキーです。大根の葉っぱには根の部分よりもビタミン C、ビタミン B1、B2、カルシウム、リン、鉄が多く含まれています。そして大根の葉には根の部分には含まれていないベータカロテンも含まれているんです。ベータカロテンは体内でビタミン A に変換されて、髪や爪、皮膚、粘膜を健康に保つ働きが期待できます。細かく刻んでごま油で炒めてもいいですし、茹でてからめんつゆ少々を加えて和えるのも美味しいです。食べ方のポイント3つ目は、部位によって味わいが異なるです。大根は先の細い部分、中央部分、葉に近い部分の3箇所で、それぞれ特徴が異なります。先の細い部分は辛みが強いという特徴を持ちます。大根の繊維を感じやすいので、薄切りにして薬味や漬物として食べるのがおすすめです。中央部分は甘みがあり、加熱すると柔らかくなる部分です。おでんや煮物などの加熱調理がおすすめです。
葉に近い部分は最も甘みが強くて水分が多いので生食向きです。サラダや大根おろしにぴったりです。大根のそれぞれの部分の特徴を生かして美味しく調理していきたいですね。今回は大根の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい大根を適切な量食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。